皆さんこんにちは、こんばんは。グリーンバイブスマンです。グリーンバイブスマン、いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今日はリクエストにいただきました初心者の方でも育てやすい観葉植物、5つピックアップさせていただきましたので、ぜひこれから観葉植物を買いたいなと思っている方は参考にしていただければと思います。あくまでも僕が買ってみて育てやすかったと思ったものをピックアップしていますので、その点だけご了承ください。おそらくサイトで調べても同じような植物が出てくると思います。それではどうぞ。まず一つ目にご紹介させていただくのがポトスになります。こちらが、ポトスライムになりますね。名前からしてもライム色がすごい綺麗なポトスになります。でその隣にあるのがゴールデンポトスといって、多分皆さんもいろんなところで見かけている一番メジャーなのかな、メジャーなポトスだとは思います。でポトスはつる性の植物になっているので、ハンギングだったりとか、あとは支柱を立ててそこに登らせるみたいなこともできます。でポトスは耐陰性もあって、半日陰で育てることもできるので、あまり日当たりが取れない部屋にもおすすめかと思います。なので僕はこのゴールデンポトスは寝室側、北側の部屋に置いています。でこの、植木鉢はスリット鉢に入れていて、鉢カバーが H&M ホームのものだったかなのものに入れています。なんか金色だと金運良くなるかなと思って入れてます。でポトスの場合は水耕栽培もできるので簡単に増やすこともできます。比較的育てやすいその植物になるので、もしつるが長くなってきた時とかに、節と節の間で切ってもらって、水につけておくと、発根して増やすことができます。こんな感じでまた新しい新芽とかも出てきてくれています。で持ち上げてみると下に垂れ下がってるような感じになりますね。なので、ハンギングだったりとか棚の上に置いたりとか、部屋のインテリアに非常におすすめで、なおかつ、簡単に育てるものなのでおすすめしたい植物です。はい、そして次が多分皆さんも見たことあると思うんですけれども、この南国風な、雰囲気を出してくれるモンステラになります。モンステラもいくつか種類あるんですけれども、このモンステラが非常にメジャーなのかなと思いますので、これをチョイスしてみました。モンステラ自体は耐陰性が結構あるので室内で、育てることも全然 OK になります。ただ日の当たる場所で育てた方が株が健康になってくれるので、ある程度日光は、必要になるかなと思います。ただ、僕やってしまったのが、夏とかですね、直射日光がガンガン当たる日にいきなり外に出したりするとすぐもうほんと5分ぐらいで、葉焼けが起きてしまいますので、そこは要注意です。これも新芽を出してくれていますね今で。あとは葉が大きいので、ほこりを取ったりとか、あとは、霧吹きをしたりするといいかもしれないです。で僕の場合は外にダランとならないように支柱を立てて育てています。で僕は鉢カバーはこの取っ手がついた鉢カバーを使っています。結構移動させることが多いので。で水やりはそんなに頻度は多くなくていいですけど、土乾いたらきちんとたっぷりあげることが重要です。そして3つ目にご紹介させていただきたいのが、ゴムの木になります。でゴムの木といってもたくさん種類があって、左奥にあるのも、一応ゴムの木の仲間なんですけど、比較的育てやすいのは、こういった、インドゴムの木とか、デコラゴムっていう、ゴムの木の方が育てやすいのかなと思います。本当に僕は買った時に100円ぐらいで、買った苗だったんですけど、どんどん成長してくれて、こんなに大きくなりました。ゴムの木の場合は葉っぱの裏にですね、ハダニがつきやすかったりするので、定期的に拭き取ったりとか、
あとは霧吹きを行って加湿してあげたりすることが重要かなとは思います。あとは水やりに関しても土が中まで乾いたら、またたっぷり水をあげる、それだけで十分かなと思います。このゴムの木はちょっと奇形みたいな感じで育ってしまったんですけど、初めて買ったゴムの木なので大事に育てています。これはフィカスティネケですね。これも同じゴムの木です。はい。でゴムの木急にこちらも野外に出すと葉焼けを起こすことがあったりするので、もし外に出して、育てたいという場合には徐々に日光に慣れるように、最初は3分、それから5分10分みたいな感じで、少しずつ、野外に置くようにしていくと葉焼けも起きないかと思います。あとは名前の通りゴムの木なので、ゴムの原料になってるみたいなんですけど、剪定とかをするときに白い樹液が出てくるんですが、アレルギー反応とかを起こしやすいみたいなので、気をつけた方がいいようです。僕触っちゃった時には手を洗うようにしています。あとは、育て方としてはそんなに直射日光が常に当たっているようなところではなくて、ある程度日光があったりとか、あとは単陰性もある程度あるので、日当たりがある程度取れれば元気に育ってくれる植物かなと思います。そして4つ目にご紹介させていただくのが、サンセベリアになります。でサンセベリアもたくさん種類があるんですけど、僕は、ここら辺4つぐらいですね持ってるので、これをちょっとピックアップしてみました。で、サンセベリアはかなり乾燥に、強くて、葉っぱが多肉質になってるんですよね。結構分厚い葉っぱになります。なので、もともと乾燥地帯に、植わってる植物になるので、そんなに水やりの頻度は多くなくて大丈夫です。僕は最後に水をあげたのがいつか覚えてないぐらいの頻度でしか水はあげてないです。その方が枯れないですね。サンセベリアを枯らしてしまう原因はおそらく水のあげすぎだったりが一番の原因になってくるんじゃないかなと思います。あとは空気清浄効果があるとも言われていますが、ないとも言われてるみたいです。そこら辺はちょっとよくわかんないですけど、あとはある程度耐陰性があるので、僕は北側の部屋に置いたりとかしていますけれども、基本的に日光は好む植物になるので、日当たりがいいところに置くと成長が早くなるかとは思います。あとサンセベリアのおすすめな理由は害虫がつきにくいっていうところですね。今のところ僕のサンセベリアに害虫がついてたのは見たことはないです。あとは先ほどもお伝えしましたけれども、水やりの頻度はかなり少なめで大丈夫です。なので土が完璧に乾いてから、たっぷりと、水をあげるというところを徹していただければ、枯れないで丈夫に育ってくれると思います。あとは種類にもよりますけれども、水が足らなくなるとちょっとシワが出てきたりするので、そういったサインがあるので、水やりも比較的簡単かなと思います。なのでサンセベリアは本当に水やりの頻度が少なくて大丈夫なので、逆に水やりの頻度を、増やしてしまうと、根腐れしてしまう可能性があるので、そこだけ注意してもらえれば、比較的簡単に、そして健康に育ってくれる植物かと思います。あとは土に関しては観葉植物の土ではなくてサンセベリアの土っていうのが売ってるので、その土を使ってもらうと比較的水はけもいい、土になるので、根腐れもしにくくなるかと思います。こんな感じのサボテンの土みたいな感じですね、見た目は。サンセベリアもたくさん種類があるので、コレクションしてみると面白いかもしれないです。僕ももっと集めたいと思っています。そして最後にご紹介したいのが、シェフレラ、別名カポックとも呼ばれている植物ですね。僕が持っているのはシェフレラコンパクタという植物になります。で、こちらの植物は比較的耐寒性もありますし、耐陰性もあるので、本当に育てやすくて、
枯らす方が難しいって言われてる植物みたいです。とは言っても土が乾いたら、たっぷり水をあげるっていうことと、あとは、耐陰性があるからといってずっと暗いところに置いとくと、健康的ではなくなってしまう可能性があるので、ある程度日光が入ってくるようなところに置くと、健康に育ってくれるかなと思います。あとはシェフレラもいくつか種類があって、符が入っているシェフレラとかもあるので、あとは本当に小さな苗から売っている100均とかでも売ってたりすると思うんですけど、これから観葉植物始めてみる方には非常におすすめかなと思います。ということで、初めての方でも比較的育てやすい観葉植物5つをご紹介させていただきました。それぞれ特徴だったりとか、育て方のポイントみたいなのはあると思いますけれども、比較的、育てやすい植物かと思いますので、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。以上、観葉植物初級編ということで動画を撮らせていただきました。ということで、5つ観葉植物をご紹介させていただきましたが、好きなものはありましたでしょうか。これから春になってきて観葉植物も育てやすい時期だと思いますので、ぜひ興味のある方は、一緒に観葉植物を買って楽しんで育てていきましょう。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。この動画が参考になった、楽しかったと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、くしゃみが出そう、そして、コメントリクエストなどお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。